さんこんにちは、なるです。今回は長野県の日本屈指の山岳景勝地、上高地にやってきました。上高地は長野県の中心エリアに位置し、中部山岳国立公園内に位置しています。松本市から西へ約 40km の場所に位置しています。上高地は標高 1500m に位置する特別名勝、特別天然記念物に指定された山岳景勝地です。上高地の主な見どころは、雄大な穂高連峰を映す清流、あずさ川に架かるかっぱ橋。大正4年の焼岳の噴火によってあずさ川がせき止められて生まれた神秘的な大正池。そして穂高神社奥宮の境内にある聖域、明神池です。今回はこれらの名所を巡りながら日本アルプスの絶景をお届けします。アクセスについてですが、上高地へはマイカー規制が実施されているため、直接車で入ることはできません。車の場合は長野県側の左湾戸または岐阜県側の平湯に駐車する必要があります。どちらの駐車場からもシャトルバスに乗り換えて上高地へ向かうことになります。公共交通機関の場合、松本駅から上高地への直行バスが1日2便運行されています。または松本駅から松本電鉄上高地線で新島島駅まで行き、そこからバスに乗り換えるルートもあります。新島島駅からのバスは本数が多くなりますが乗り換えが必要です。どちらのバスも予約が必要ですのでご注意ください。高山方面からは路線バスで平湯バスターミナルに向かい、シャトルバスに乗り換えて上高地を目指します。東京、名古屋、大阪からは直通の高速バスの運行もあり、乗り換えなしで非常に便利です。上高地のコースについてです。上高地内にはシャトルバスが運行しており、大正池、帝国ホテル前、上高地バスターミナルに停車します。これらのバス停を起点に様々なトレッキングコースを楽しむことができます。今回は大正駅からトレッキングをスタートして田代駅を経由しかっぱ橋に向かいました。大正駅からかっぱ橋まではコースタイムで約1時間です。そして上高地のもう一つのメインスポット、明神池に向かいました。明神池にはバス停がないため、かっぱ橋から約1時間の徒歩での移動が必要です。明神池方面へは、あずさ川右岸道とあずさ川左岸道の2つのルートがあります。あずさ川右岸道には岳沢湿原があり、絶景スポットが数多く存在します。If no contact, the bus will pass the stop. 皆様のお近くには大正池にやってきました。これが大正池です。大正池は焼岳の噴火によってあずさ川がせき止められてできた池です。でね、その焼岳は今も噴火を続けてるんですよ。不思議だね。私の後ろには穂高の山たちも見えてます。かっこいいね。雪がだいぶないよね。だいぶ溶けてきた。そうそう。
で、大正池もさ、水の量がこの時期はすごい多い気がします。ね。もやもかかってて、すごい幻想的です。上高地にはカモがいる。かわいい。緑も綺麗だしさ、川がめちゃくちゃ透明だね。うん。ここに住んでるカモさ、他の川で住めなくないこんな綺麗な川で住んじゃったらね、確かに。他の川行けなくなっちゃうね。贅沢なカモだ。はい、第一猿発見しました。もうかっぱ橋の手前から遭遇しました。うわ、すごい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 、遊んでる遊んでる。めちゃくちゃ遊んでる。あー、怖い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 よー、怖かった。襲われるかと思った。怖かった。怖いですね。やっぱ、野生の動物は怖いな。はい。皆さんも気をつけてください。うわー、怖い。タカとさ、ツツジとさ、この白い花うん。めちゃくちゃ綺麗だね、ここ。綺麗だね、なんか。なんかさ、上高地じゃないみたい。えなんか上高地にこんな一面あったんだって景色なんだけど。確かにいつもなんか、ゴールデンウィーク前とか言ってたもんね。そう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 、そういう時期だとさ、この辺はもっと茶色であ、さ、そうだね。山に雪がかかっててさ、花なんて咲いてないじゃん。ああ、そっちメインだよね。山メインだね。あ、そうそうそう。だからさ、こんな楽園桃源郷あったんだって感じ。確かに緑がすごいね。うん、綺麗。で水の量多いもんね。確かにそうだわ。いいね、この時期に。なんかテンション上がってるじゃん。田代湿原はね、うん昔ね、水深5メートルもあったんだって。 5メートルうん。出現でないじゃん、もう。そう、昔は船とか浮かんでたみたい。あ、そうなんだ。そう、看板に書いてあった。なんだよ。じゃあ、だんだんなくなっていくのかな。そう、なんかね、看板によるとね、大量の土石流とかが流れ込んできたんだって。何を読んでたかというと、これです。これをカンニングしておりました。勉強になりました。あずさ川のそば来たよ。あと田代橋ですね、これは。めちゃくちゃ綺麗じゃない？すごい。青くてさ、輝いてる。はい、今田代橋の上です。緑がめちゃくちゃ綺麗です。生い茂ってます。川も勢いが流れがすごくてキラキラ輝いてます。すごーい、綺麗だなー。山も綺麗です。まだ雪あんなにあるんだー。
このね、上高地温泉ホテルとルミエストホテルの前の景色。ここが私が上高地で1位、2位を争うぐらい好きな景色です。そうなんだ。六百山とさ、霞沢岳とさ、あずさ川と木が同時に見れて、すごい綺麗なんだよね。でもやっぱさ、春と違ってさ、草が生い茂ってる。木だね。木が生い茂ってるね。緑だね。うん、そう、すごい緑。それもまた良い。なんか本当にね、草木が生い茂ってて生命力を感じますね。確かに。これでずっとのんびりできるよ。寝るか、ここで。見たいね。綺麗だなぁ。見て。まさか、あれは。いや、知ってるでしょ。ウォルター・ウェストンさんの石碑じゃない？知ってるでしょ。もしかしてあれがいや、知ってるじゃん。ウォルター・ウェストンさんはイギリス人の宣教師だよ。で日本近代登山の父と呼ばれてます。はい。ウェストンさんが来る前の日本の登山はね、江戸時代なんだけどね、山は楽しむものじゃなかったの。そうなんだ。神聖で恐ろしい場所とか修行の場だったのね。だけどウェストンさんが日本にやってきて全てが変わったの。彼が持ち込んだのは西洋のレクリエーション登山。修行じゃなくて楽しむための登山。はい。トレッキングとかじゃなかったんだ。そう、自然をめでたりね、スポーツとしての登山という考え方を持ってきてくれたの。さらにウェストンさんはね、いろんな本を出版して日本の山を紹介してくれたんですね、世界に。そこでウェストンさんは運命的な出会いをしたんです。上高地。上高地で。なんと上条嘉門次さんとの出会いですね。そういうことなの？そう。上条嘉門次さんはウェストンがね、アルプスとかの山に登る時の山の案内人。二人の友情はずっと続いたらしいです。星が見えたぞー。ちょっとテンション上がってんじゃん。入ってた？嘘。入ってないなと思ってた。やばい、違う鍋が出てきたよ。明治24年に初めて架けられ、現在は平成9年に建設された5代目となるかっぱ橋は、標高1500メートルのあずさ川に架かる上高地のシンボル的な木製吊り橋です。橋上からは悠々しくそびえる高連峰や焼岳、美しいあずさ川の流れを一望でき、芥川龍之介の小説「河童」の舞台としても知られる絶好のビューポイントです。竹沢湿原の方に行きましょう。これで明神の方にね行こう。でも湿原が綺麗だからね、まだまだ森歩きを楽しみましょう。やっぱかっぱ橋周辺は混んでるね。そう、やっぱ食べ物屋さんもあるから活気があります。
今朝湿原に来ました。綺麗スポットだね。綺麗だね。やっぱりここは。この木がいいよね。うん。ちょっと枯れてるような木そうだね。それと新緑もあって。味あるよね。なんていうのなんていうのなんだろうね。情緒感じるね。寂しさと、そう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 。寂しい感じ。新緑もあるから、死と生まれる。人再生。確かにぽいなぁ。綺麗だね。日本近代登山の父ウォルター・ウェストンの山案内人上條嘉門次が明神池のほとりに建てた由緒ある山小屋です。いろりでじっくりと焼き上げた名物のイワナを楽しめます。いただきます。お待ちかねのイワナだよ。ではない。いただきます。塩がさすごいいい感じについてる。いただきます。ふっくらして塩加減が美味しい。ずっと食べたかったからさ食べれて嬉しいね。本当だね。そば食べてもいい？いいよ。もらうっていう。おお、結構しっかりした麺だね。美味しいね。すごい締まってる。あとこのタレなんか美味しいね。ちょっと違うね。なんか違うね。これさ、カツオなんか魚っぽくない？ああ、確かに。わかんないなでも。イワナじゃない？かな。美味しいね。珍しい感じ。イワナも美味しいしさ、全部美味しいね。この雰囲気がいいよ。これ雰囲気昔っぽいね。ウォルター・ウェストンのさ、山の案内人の上條嘉門次さんが開いた山小屋だからね。あ、さっきの人？クリームブリュレね。めっちゃいい音するよ。パリパリだよ。いただきます。うわ、ブルブルにパリパリだ。こっちも滑らかで、上のさ、この砂糖カラメルの部分がパリパリでめっちゃ美味しいよ。なんかさっきまですごい疲れてたんだけどさ、実は気づいてなかったと思うけど。気づいてたけど食べれないで言ったじゃん。
なんか元気出てきた。甘いもの食べたら。うん。明神池はさ、1の池と2の池があります。はい。で、明神池は凍らない池として有名なんですが、あ、そうなんだ。なんで凍らないか、もちろん朝ならわかりますよね。あれじゃないこの前の十和田湖のあれがいたんじゃないの誰だっけ、太郎がいたんじゃないの八郎。十和田の太郎がいたんでしょ。こっち来てんの？そう。残念ながら十和田の太郎は来てませんね。池の底から絶えず湧き水が流れ込んでいるから、水が動き続けているから、氷点下でも凍らないんですね。はい。これさ、この川の流れってさ、明神池から出てる湧き水がこう来てるんだね。あんなに静かだったのに。ねえ。一気に流れててる。あのとこあんの知らなかった。水あるんだね。そう、知らなかった。で見るもんだね、奥まで。すごい。めちゃくちゃ涼しい。今日一番涼しい。綺麗だね。透明だし、水が。やっぱこうやって勢いある水の流れ好きだな。昭和2年創業、前身である丸西食堂白樺から始まった上高地ホテル白樺荘は、かっぱ橋のたもとに位置する高連峰を一望できる絶景の老舗ホテルです。あ、ここだ。ここです。205。うわ、なんか仕切りがあるよ。仕切りがある。オープン。わあ、かわいい。かわいい部屋だね。そして、うわ、最高じゃん。最高の展望。見て、最高だよ。うわ、めっちゃいいじゃん。ここ上高地だよ。ほんとだ、すげえ。わあ、めっちゃいい。孤独は目の前だ。最高。冷蔵庫もあります。無料のチョコが入ってたよ。これね。あとお水。
1500メートルの山の中とは思えない。私めっちゃ嬉しいのがさ、コンセント。蔵元にコンセントがさ、ほら4つもあるよ。そっちにもあるわ。充電し放題じゃん。ね。あと畳だからなんか歩きやすいね。足痛くない。疲れてる足がほっとしてる。おう。いいな。落ちた。はい、浴衣も入っていました。浴衣はなんとカッパが描かれてます。2匹のカッパが話してます。かわいい浴衣。なんかネイチャーガイド？カエルと歩く上高地。こういうのもやってるんだね。ガイド。夜のやつもやってなかった。あったね。朝もあったね。いっぱいやってるんだね、いろいろと。ルームサービスもある。Wi-Fi もあるし。モンブランも持ってきてくれるんだ。Wi-Fi もあるね。お弁当もあるんだ。夜の8時まで。いいね、こういうの。いただきます。美味しそう。わー、サーモン生なんだね。私焼いたのかと思ってた。信州サーモン何？タルタル。絶対うまいじゃん。なんかあんまりタルタルっぽくないけど、なんだろう。なんか爽やかなソース。美味しい。さっぱりして美味しいわ。信州サーモンのタルタルさ、タルタルソースって意味じゃないね。俺たちの知るタルタルではないのか。違うタルタルだわ。恥ずかしいね。タルタルソースだと思ってた。こういう料理をタルタルって言うんだきっと。そういうこと。なんかとあえてあるのがタルタルって言うんだよきっと。ああ、そういうことわかんないけど。タルタルソースじゃないね。いただきます。柔らかい。柔らかいし塩加減ちょうどいいね。油もさ、そんなに油っぽくないから、軽く食べられちゃいそう。でこのソースと合うね。野沢菜のわさびが美味しい。めっちゃ合うわ、お肉と。美味しい。ソースよりこっちの方が好きかも。美味しい。朝の裸の山も綺麗だね。カッパバスクの眺めやっぱいいね。太陽がちょっと出てきて
もやがちょっとかかってて朝って感確かに。じね。すがすがしいね。このひんやりした空気感がいい朝の。確かに。ねえ、最高の始まりだ。いただきます。ポーチドエッグ。違うわ。エッグベネディクト。すごいうまそうだうね。ん。その場でね、炙ってくれたよ。いただきます。うわー、うまそう。いただきます。うん。チーズ入ってる。うん、チーズだ、これ。チーズと卵とね、サーモン。うわなんか爽やかな味。うん。あ、結構塩気あるね。サーモンかな。塩気が効いてて、うん。塩気が効いてて美味しい。最高の朝の始まりだね。天気いいね。景色めっちゃ良くない？ここ。おたかバッグだよ。最高。中でも食べれるけど、外でこの爽やかな空気の中食べるのいいね。外選んじゃうよね。そう、外選んじゃうんだよね。はい、ホテルすごい良かったね。はい。これでまたあずさ川沿いを通って帝国ホテルに今度行こう。ここホテル？なんかケーキとか食べれるみたいだからあ、そうなんだ。つまんで帰ろう。なんか今日涼しいよね。なんか昨日より涼しい気がする。10時の時点で25度です。涼しいんかな。あ、多分。やっぱ土曜日から人多いね。朝全然いなかったのにね、この時間になると人がめっちゃいます。ではこの流れに沿って歩いていきましょう。はい。
本当だと熱いんですね。めっちゃ美味しいわ。美味しい。美味しい。ワンバンダもしない。見た？いいじゃない。 2回なった。もう一回。水平で長いの2回行ったよ。がいて、見た？結構いったね。 2回行った？わかんない。でも肩やったかもしれない。代償に肩と肘やったかもしれない。やば。